皆さんご機嫌はいかがですか？私はチンジャオロースで白米をかっくらいたい、そんな気分です。今日は程よくこだわったちょうどうまい家庭飯、程ようまい飯の作り方をご紹介します。程よいこだわりポイントは、プロっぽい肉の下ごしらえ、絶妙な火入れ加減。この2つを抑えるだけで家庭で作れる程よくこだわりが詰まった食べてちょうどおいしい家庭料理が出来上がります。ちなみに分量はざっくりです。気候風土やあなたの好みで微調整できるよう程よい感覚でご視聴ください。ではチンジャオロースいきましょう。その前に炊きたての白米を仕込みます。スイッチオン。完璧です。ではまずピーマンから。ピーマンは色が濃くて張りが強いものを選びましょう。赤ピーマンで彩り添えちゃいます。なんというツヤでしょうか。まるでボーリングの球の表面のようです。ピーマンのヘタってどうやって落としてますか皆さん。突然問いかけましたが、ヘタを一気に包丁で落として縦半分に切る方法や、ヘタの境目に指を入れてヘタを取る方法、縦半分に切ってからヘタと綿を一緒に取る方法など、結局私はヘタを一気に包丁で落とすのが手っ取り早い気がしています。ヘタを外して周りも食べれますし、皆さんいかがですか？料理の中で単純作業的な時間も案外楽しかったりしますよね。赤ピーマンも同様にお掃除が終わったらピーマンをやや細めの千切りにしていきます。あとはひたすら切っていきましょう。切るのも楽しいんですよね。慣れないテーブルを使っているのでなんか腰が痛くなってきました。もう36歳ですから、ピチピチはとうに過ぎてますし、0歳と1歳の年子の子供たちの抱っこも相まって腰やられてます。赤ピーマンも切り終えました。この量見てください。2人前ですけどピーマンだけで1日分の野菜取っちゃうんじゃないかってぐらいの量です。ですがチンジャオロースはタレが絡んだピーマンがうまい。ピーマン料理みたいなものなのでたくさんピーマン入れちゃいましょう。後悔はさせません。お次は旬のタケノコ。竹冠に旬でタケノコです。近所の八百屋さんの前を通ったらこんな感じで売ってたので思わず買っちゃいました。縦半分に切って、ほんと綺麗なタケノコです。なんかマヨネーズが中途半端に垂れてしまった時のやつみたいですね。先端の部分は落としてお味噌汁にでも入れましょう。薄くスライスしてピーマンと同じくらいの太さになるようにカットしていきます。食材の大きさを揃えるのも重要ですが、家庭料理なので大体で構いません。不揃いこそが良さです。残る豚肉も細切りにしていきます。今回は冷しゃぶ用の極薄豚ロースをやや細めに切っています。お店のチンジャオロースのように棒状のお肉にはなりませんが、味が絡みやすくてこれもあり。棒状にしたい方は生姜焼き用などの少し厚めのお肉を買ってください。チンジャオロースの基本は豚ですが、牛で作っても肉々しくて美味しいですよね。家庭料理に正解はありません。楽しみながらの気楽さが肝心です。ここからは肉の下ごしらえ。程よいこだわりで美味しく仕上げていきましょう。塩を少々まぶして胡椒も少々。手で揉み込んでいきます。軽く揉み込んだらそこへお酒、醤油。このラベルのデザインすごいでしょ。味も美味しいんですけどね。ほぼジャケ買いしました。溶き卵を入れていきます。大さじ2くらいですかね。ニンニクと生姜のすりおろしを少し入れるとパンチが出て美味しいです。
チューブでも構いません。全体がよく馴染んできたら片栗粉、お水を加えて再度なじませて完成です。肉の下味の少しの手間によってピーマンとたけのこの味がぼやけず、すべての食材が一体的なうまみを作り出します。最後に合わせ調味料を作っておきます。絶妙な火入れをするためにはさっと手早く味付けするのがポイントです。オイスターソースを多めに、続いて紹興酒。普通の酒でも構いませんが、私は中華を作る時の酒は紹興酒って感じで常備してます。味の素はおまじない程度に入れて、砂糖の代わりに蜂蜜を少し、醤油で塩気の調整、よく混ぜて味を見てみます。甘じょっぱさの中の中華感が美味しい。塩気を足したい場合は醤油を多めに入れて、甘いお醤油味がもともとお好きな方は砂糖をもう少し加えても OK です。ではいよいよ絶妙な火入れ加減で仕上げていきます。とその前に銀シャリ様のお目覚めです。純白で艶やかな湯気のベールをまとった白米に激うまのチンジャオロースをワンバンさせて、早く作りましょう。軽く油を入れて、まずはたけのこを炒めていきます。今回は茹でてあるたけのこを使っているので、1分弱くらい強火で温めるようなイメージです。一旦別のお皿に移します。続いてはカラフルなピーマンたち。いろんな食材を一気に炒めるには家庭の火力では限界があるので、特に中華などの炒め物は食材ごとに分けると絶妙な火入れに近づきます。ある程度油をまとっていた方がシャキッと仕上がるので油を追加します。1分くらい強火で炒めたところで、先ほどのたけのこも合流させて一体感を高め合ってもらいます。それぞれの素材の味を交換し合うかのように、ピーマンの苦み、赤ピーマンの甘み、たけのこの風味が混ざり合います。ここでの火入れはベストなシャキシャキ感の8分目くらいがベストです。たけのこを入れてから1分くらいで別皿に移しましたが、食べてみるのが一番分かりやすいと思います。ではいよいよ肉の出番です。先ほどのフライパンにそのまま油を追加してお肉を投入します。丁寧に下ごしらえした調味料やニンニク、生姜がふわっと香り、絶対うまいであろう数分後の白飯祭りを予感させます。豚肉はしっかり火を通しましょう。豚肉に焼き目がついて火が通ったら、先ほどの野菜を戻してすぐに合わせ調味料を入れます。かき混ぜたくなる気持ちを10秒間我慢しましょう。サウナでの限界のタイミングとこの瞬間は同じ我慢比べ。豚肉にまとわせた片栗粉が調味料と反応してとろみに変化。調味料が少し煮詰まることで全ての素材と絡み合う高貴な茶色のソースが出来上がります。あとは思いっきり混ぜてフライパンも煽っていきましょう。完成を祝し、素材たちを胴上げしてあげます。万歳万歳。お皿にてんこ盛りにして完成です。ピーマンたっぷりで中華なのに意外とヘルシー。ご飯が進むチンジャオロースの出来上がりです。それでは冷めないうちに早速食べていきましょう。白飯ワンバンはほぼ儀式。このチンジャオロース、炒め物のレベルを超えています。醤油風の甘じょっぱい味付けは日本人誰しも好きだと思いますが、醤油の配分の一部をオイスターソースに変えて、料理酒を紹興酒に変えるだけでこんなにも美味しい炒め物になるのか。自分で作っておきながら驚愕しています。肉も下ごしらえで味をしっかりとつけたことで、噛むごとに味わいに深みが増して旨みが連続します。ピーマンとタケノコの食感が癖になり、
気づけばまた一口と箸が止まりません。素材ごとに炒めることで火が通り過ぎることもなく、ジャストのシャキシャキ感です。町中華のような油ギトギトでもなく、高級中華のように上品すぎることもない、家庭料理だからこそ野菜を多めに入れたり、程よくこだわったちょうどおいしい程ようまい飯が完成するのです。おいしくて愛情がこもっている家庭料理にはそれ以上必要ありません。今回も最高の一品を完成させてしまいました。他の動画もよかったら見ていってください。それにしても腰が痛い。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだまだ拙い点もあろうかと思いますが、多種多様な美味しい料理の動画を配信してまいりますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価も何卒お願いいたします。